皆さんこんにちは。整理収納アドバイザーの七尾明子です。今回はダイソー一押し神7というテーマでお話していきたいと思います。何を隠そう、私かなり筋金入りの100均マニアだというふうに自負をしております。整理収納アドバイザーという職業柄もありますので、主にチェックしているのは収納用品だったりですとか、あと家事関係の便利グッズだったりとか、そういったものが多いんですけれども、ダイソーもセリアもキャンドゥも、主要な100円ショップは、かなり定期的にチェックをしています。これまたちょっとマニアックな話になるんですけれども、100円ショップというのは実は規模ごとに大型店、標準店、小型店というふうに分けられているんですね。やっぱり大型店の方が品揃えはいいわけです。ですので一時家から行ける大型店は全部制覇しようみたいな感じで、各、ショップのですねホームページをチェックして家から行けそうな大型店をリストアップして、全部くまなく回るみたいなことをやっていた時期もあるぐらい、結構100円ショップに関しては私は結構チェック、している方なんじゃないかなというふうに思っています。そこで今回は、そんないろいろある100円ショップの中でも、一番店舗数の多いダイソーさんの中で、私が特に、おすすめしたい、一押しアイテム7つを神7として、ご紹介していきたいと思います。では神7の1つ目のアイテムはこちらの自由自在積み重ねボックスシリーズです。このアイテムは以前こちらの別の動画の中でもおすすめのアイテムとしてご紹介させていただいたものになります。ですからまたかよっていうふうに思われた方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、やっぱりダイソーのアイテムの中でどれか一押し一つ選んでくれっていうふうに言われたら、やっぱりこのシリーズを選ばざるを得ないかなというふうに、個人的には思っています。こちらの自由自在積み重ねボックスシリーズは全部で13種類、出てるんですけれども、その中でも特に私が、よく使っているおすすめの形というのが、まずはこの小深型という、サイズになります。あとはこの小深型の中の仕切りがついているタイプですね。あとはこちらのちょっと大きい大サイズの、ちょっと浅めのタイプが私は割と好きなんですけれども、あとはこの積み重ねペンスタンド、この4種類が、私は結構おすすめでよく使っています。ただ入れたいものですとか使いたい場所によって、どれが合うかっていうのは変わってくると思いますので、使いたい場所に応じて選んでいただけるといいんじゃないかなというふうに思います。では神72つ目のアイテムはこちらの楽々ピタッとキャスターになります。このアイテムがですね、発売当初から結構その収納ブロガー界ではかなりざわついたアイテムになっていまして、私自身実はダイソーに行くたびに毎回結構探してたんですけれども、人気すぎて、なかなか、店頭に並んでいなくて、私も先日やっと都内の大型店で見つけられたというような幻のアイテムになっています。でこれ何がすごいかというと、ボックスの、裏にですねこう貼り付けて、それだけでキャスター付きのボックスにできるというような、アイテムになっています。で中をこう開封していただくとこんな感じの、小さいキャスターが4つバラで入ってるんですけれども、でこちら裏側にこう粘着テープがついていて、これでこうペタッと貼り付けるだけで簡単にキャスターが付けられるというようなものになってます。で、もちろん穴も開いているので、ここからネジ止めしていただければ、木製のボックスなんかの場合には、キャスターをもうちょっと安定して付けることもできます。ですごく手軽に付けられて、コンパクトなキャスターなんですけれども、意外と耐荷重はですね4つ全部付ければ8キロぐらいまでいけるということなので、割と重たいものとかそういったものを入れたい時にも、便利なんじゃないかなと思います。でこちら今試しにですね無印良品のファイルボックスの底の部分にキャスターを付けた状態なんですけれども、こんな感じで割とこうスムーズに動いてくれますので、中に重たいものを入れて、ゴロゴロと転がして動かしたい時なんかには非常に便利なアイテムなんじゃないかなと思います。では神73つ目のアイテムはこちらの洗面台のゴミガードになります。急に収納とは関係ないアイテム来たーというふうに思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、これは我が家でもお掃除の時には結構なくてはならないアイテムになってるかなというふうに思います。でこれ何かと言いますと、この上の写真にもあるみたいにですね、洗面台の排水口のところですね、こちらに結構その髪の毛とかがですねこう絡んでしまって流れが悪くなってしまったりということが結構あると思うんですけれども、ただ絡んでしまうと取り除くのってすごく面倒くさいですよね。でもこのガードをつけておくと、簡単にこうスッと取り外すだけでお掃除ができるので、かなり、お掃除のハードルが私的には下がるかなというふうに思っているアイテムになってます。
でこれが、18個入りっていう感じになっていて、9枚ワンシートが2枚入っていて、で、今つながった状態なんですけれども、使う時にはカットして排水口のところにこうすって、つけるような形になってます。ですので我が家の場合は開封した時にもこれをすでに切り離してしまってケースに入れて洗面台の鏡裏に収納したりっていう感じで置いてます。でこれは結構私はダイソーに行くたびにいつも買ってるアイテムなので、かなりリピート品かなというようなところで神セブンに選ばせていただきました。続いて神セブン4つ目のアイテムはこちらの面ファスナー配線ベルトというアイテムになります。でこちらはですね、通常の用途としてはこんな感じでケーブル類を束ねるのに、使えるアイテムになっています。でこちらの便利なところとしては、こんな風にこうベリベリベリっとこう伸ばして好きな長さでこうカットして、束ねるために使うことができますので、束ねたいものの大きさですとかあと太さとかそういったものに合わせて、長さを決めることができるというところが、非常に便利なアイテムになっています。で色も、この白もあれば、先ほどお見せしたこのブラックもありますのでケーブルの色に合わせて、使い分けることもできます。ただ我が家での用途は実はこのケーブルを束ねるという用途がメインではなくて別の使い方をしています。でその別の使い方というのがこの私が今、座ってる時、見えてないですけどこのダイニングテーブルの下の部分に、ランチョンマットを収納するスペースを作るために我が家では実は使っています。でこちらが実際に使っているところの映像なんですけれども、ワイヤーラピスという、網の板みたいなものが100円ショップにあるんですけれども、こちらをこの面ファスナー配線ベルトでテーブルの下に留めて、でここで、ランチョンマットを収納するスペースを作っています。で今お見せしたみたいな形でアイデア次第で結構いろんなところに、収納が作れるような、そういった、なんというかこう広がりがあるアイテムなんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひこうケーブルを束ねるためだけではなくてこういろんな、使い方を、していただきたいなというふうに思うアイテムです。続いて神セブン5つ目のアイテムはこちらのマグネットテープになります。でこのマグネットテープは、通常の用途としてはですね、これ片面がこう粘着するような感じになっているので、例えばこうボードみたいなものとか何かそのマグネットでくっつけたいものに、貼り付けて、使うというのが、通常の用途になっています。ですが、我が家の場合はこれまたそういった通常の用途以外の用途で使っています。では我が家ではどんな使い方をしているかと言いますと、こちらの献立ボードを作るために使っています。でこちらはですね、いわゆる100円ショップでよく売られているようなホワイトボードに、罫線をつけて、でそれで、1週間の献立ですね、それを、貼れるような形に、加工しているものなんですけれども、この、メニューですね、これを、示しているこのマグネットを作るために先ほどのこのマグネットテープを我が家では使っています。でこのマグネットテープも簡単にハサミでカットできますので、必要な長さにカットして、でそのカットしたところに、ラベルライターなどで、打ち込んだこうメニューをですね貼り付けて、でそして先ほどのボードにこうペラって、貼っているような形で使っています。でちょうどこのマグネットテープの太さが1センチの太さになっているので、ラベルライターでよくある9ミリの、ラベルですね、それを貼り付けるとこうちょうどぴったり収まるんですね。ですので、普通のマグネットももちろんたくさん100円ショップで売られてるんですけれども、我が家の場合はちょうどこのマグネットテープのサイズがちょうど良かったということで、大変愛用しています。で献立ボード以外でも、こんな感じでお買い物リストもマグネットで作っていまして、こちらはですね、なくなったなというふうに思ったらこんな感じで裏返すと裏が黒くなって、両面にラベルライターで作ったラベルを貼ってますので、なくなったら、この黒くなるようにしていて、でそれで、分かるようにしているっていうようなものも作っています。今ご紹介した献立ボードですとか、ストック品のボードの作り方に関しては、詳しく以前ブログの方でも書いていますので、そちらのリンクを概要欄の方に貼っておきたいと思います。続いて神セブン6つ目のアイテムはこちらのマスカーフィルムになります。でこのマスカーフィルムこれ実際にうちで使ってたものなのでだいぶ減っちゃってるんですけれども、お店で見ていただくときはこんな感じのパッケージで、売られていると思います。実はダイソーは DIY グッズが結構充実していまして、先ほどご紹介したマスカーフィルム以外でもスプレーするだけでこうペイントができるようなスプレーラッカーみたいなものですとか、あといろんな色のペンキもあったりハケもあったりとか、そういった、DIY に使えるような便利なアイテムが結構、充実しています。もちろん100円で購入できるものがほとんどだと思うんですけれども、
でこのマスカーフィルムというのは、どんな時に使うものかと言いますと、壁面をペイントしたりする時とかですね、そういった時に周りの部分が、色がついてしまわないように養生をするためのテープなんですけれども、実は我が家も結構いろんなところの壁、この壁も実はそうなんですけれども、ペンキで塗ってたりするんですね。でそういった時に、結構マスカーフィルムってネットで買わないと手に入らなかったりとか、そういった DIY ショップに行かないと手に入らなかったりするアイテムなのかなというふうに思っていたんですが、実はダイソーにあるということが分かって、私は結構驚愕したと言いますか、こんなものまでダイソーでっていうふうに結構驚いたアイテムの一つだというふうに思っています。でもちろん皆さんペイントされる方ばかりじゃないと思うんですけれども、例えばテーブルの上でお子さん絵の具塗ったりですとか、なんか粘土やったりとか、ちょっと周りを汚したくないとか、そういった時にテーブルを、養生して汚れ防止にしたいという時にも使えるアイテムだと思いますので、テーブルの汚れ防止をされたい方にはおすすめのアイテムだと思います。では神7最後の7つ目のアイテムはこちらのカトラリー整理トレイになります。実はこのカトラリー整理トレイは割と最近出たばかりの新商品のアイテムになるんですけれども、私はこれ見た瞬間、ついにダイソーからも出たかっていうふうに思ったアイテムになっています。でこういった仕切りのケースというのは結構いろんなところから出ているんですけれども、ダイソーからはあんまりこれと同じようなものって出てなかったと思うんですよね。ですからついに出たというふうに、私は個人的に思ったんですけれども、でこのアイテムのポイントとしては、ニトリの、同じようなこの、N ブランですね、以前名品としてもご紹介させていただいたことのあるアイテムなんですけれども、これとかなりそっくりなんですよね。でニトリの方がもちろんお値段も違うので、割とつるっとしてたりとかっていう感じでの素材感の違いはもちろんあるんですけれども、さあこれサイズとしては全く同じと言ってもいいサイズ感なんですが、こちら100円ショップですので110円で買えるんですけれども、こちら250円ぐらいするんですよね。ですから同じぐらいのサイズ感なんですけれども、値段が5倍以上違うということで、安く同じようなアイテムを揃えたいという方には、これ非常にお買い得なアイテムなんじゃないかなというふうに思います。でサイズもニトリの N ブランと同じように、SML みたいな形で3サイズ展開になっていまして、でこの一番小さいサイズは、ダイソーの場合2個セットで、販売されています。ですから、こういったホワイトの仕切りケースを揃えたいけども、ちょっとお安く揃えたいよっていう方にはこのダイソーのケースは、結構おすすめなんじゃないかなというふうに思っています。いかがでしたか？今回ご紹介したアイテム以外にも、ダイソーには便利なアイテムですとか、使えるアイテムたくさんあると思いますので、他にこんなおすすめあるよといった、アイテムのあるという方はぜひコメント欄などで教えていただけるととても嬉しいです。最後にこの動画を気に入ってくださった方はチャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。